お待たせいたしました。羽田空港第3ターミナル終点でございます。はい、おはようございます。今日は2月の下旬になります。現在羽田空港第3ターミナルにおります。時間は朝の6時ということで、非常に早いですね。今日は1200日ぶりということですかね。本当に久々に、韓国はソウルの方まで出国をしてまいります。2020年のですね、12月ですかね、ソウルに行ったのは最後、1月かな。だからまあ約丸3年と、2ヶ月ぶりということで、1150、60日、約ほとんど1200日ぶりということでございます。まだまだ、2月の下旬のソウルですから、おそらく気温は1桁台ということで非常に寒いんじゃないかと思うんですけれども、比較的安めのね航空券を抑えましたので、ちょっと一回行くことにしました。はい、非常に楽しみです。特に観光はあまりすることないんでね、韓国自体は、私はどちらかというと結構食べ物がソウルは美味しいので、いろいろ食べて、ピュッと行って2泊ぐらいで帰ってこようかなというふうに思っております。はい、それでは、時間がですね、フライトの時間が、8時過ぎぐらいのフライトなので、6時、今6時ですから約2時間ぐらいということになりますが、私ラウンジで結構お酒飲んだりするのが好きなので、いつもかなり早くに、入るんですけれども、今日は朝早いということで、2時間、それでもね、多分出国したりなんか動画をいろいろ撮ったりとか、写真を撮ったりとかしてるとラウンジにいる時間あんまりないかなという感じになりますけれども、はい、そういった形で、これから出国の方してまいります。ソウルまでどうぞお付き合いください。これから3日間です。
すっごい並んでますね。全日空の列ですね。これ反対側の JAL のところまで並んでますね。朝早いんでアジア方面だと思うんですけれども、はい、結構並んでます。はい、ということでですね、今日私が乗ってまいります飛行機はこちら8時20分発ソウル金浦行き JL91 便ということで乗ってまいりたいというふうに思います。フライト時間は約2時間ぐらいですので、2時間半ぐらいかな、もうあっという間ですね。沖縄より近いぐらいですから、ソウルはもう感覚的には国内旅行に行くような感覚という形になります。現在時刻は6時の12分というふうになっておりますけれども、これから、乗っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。カウンターの方、今このアナのカウンターはすごい混んでるんですけれども、JAL の方はそうでもないですね。はい、これ受付まだ始まってないのか、だからなんですかね。はい、まあそれでもずーっと向こうの方まで並んでますね。いや、混んどるな。はい、私はJAL の方で行きますので、JAL の方はガラガラという形になります。はい、これから出国の方をしていきます。カウンターの方はそれほど混んでいないので、さほど時間はかからないと思います。現在韓国に、渡航するときに必要なのはですね、この KETA という電子認証、ハワイとかアメリカ行かれる方は ESTA というのがあると思うんですけれども、これご存知だと思うんですけれども、こういった電子渡航の認証というのが事前に申請が必要になってまして、これが有効期限が2年間ということで、約1万3000ウォン、約というか1万3000ウォンだったかな、日本円でだいたい1300円ぐらいという形でございます。ですからこれから行かれる方はですね、とりあえずこの2023年の2月の現在ではこの、KETS でしたっけ、ETA かな、はい、これが必要になりますので、事前に必ず申請の方をしてください。でないと渡航の方はできないという形になります。これパスポ私ちょっと韓国コロナ明け初めて今回行くんで、久しぶりなんですけど、この KETA エレクトリックトラベルオートライゼーションと書いてありますけど、特に紙の提示は必要ないということで、すでに何回かコロナ明けでソウルに行かれている、方に伺ったらそういうようにおっしゃっていたので、いらないんだと思うんですけれども、一応ですね、何かあってもいいようにとりあえず紙だけは持っておきます。はい、ということで出国の方していきたいというふうに思います。これからチェックインの方をしたいと思います。アナの列はすごいんですけど JAL の列はそうでもないですね。便の都合によるんだと思うんですけれども、出発手続き、出国の手荷物検査場ですね、こちらの方もちょっと混んできてますかね。はい、という形になります。おはようございます。はい、すみません。パスポートをお預かりいたします。ご出発どちらまで？そうです。はい。いつもご利用ありがとうございます。本日小田崎18のK窓側でご用意しております。混んでますか？隣に人いるのかしら？本日ほぼ満席となっております。お隣お客様いらっしゃいます。わかりました。じゃあもう15列目とか空いてないですよね、バシネット。15列目、そうですね。いいです。じゃあ今のままで。はい。ご出発はお一人ですか？はい、そうです。日本航空91便ソウル金浦行きです。本日ファーストクラスラウンジから144番までの搭乗口がかなり距離がございまして、ゆっくり歩くと15分ほどかかってしまいますので、早めのご支度をお願いいたします。今日カバン1点ソウル金浦までお預かりいたします。お待たせいたします。はい、じゃあお願いいたします。はい、ということで、チェックインの方は非常にスムーズに終わりました。やっぱりこの KETA に関しては何も触れられませんでしたね。特に必要ないんでしょうか。聞いたところではもうすでに、パスポートの方に紐づいているというような、話は聞きました。はい、
この先もですね、その方に聞いたところによると、1回も出したことありませんというようなことをおっしゃっていたので、多分出すことはないんでしょうね。はい。ということで、一度恒例の、外に出たいというふうに思います。足元にご注意。はい、これから5階の展望デッキの方に出ていきます。タイばかり南の方にばかり行くことが多いので、いつも冬上着とかを、脱いで半袖になってしまうので、冬場はこうやって外出ると結構寒いんですが、今日は寒いところに行きますので、ダウンを着たままですから、外に出ても大丈夫という形になります。日の出ですね。すっごく綺麗な、感じです。カメラでちょっとどの程度映ってるかわからないですけれども、大変、綺麗な朝日が出ますね。羽田空港第3ターミナルになります。駅の方は人はあまりないですね。今日は結構気温はそうでもないと思ったんですが、ちょっと空港周辺は風が強くてですね、やっぱりちょっと体感温度としては結構寒く感じます。なんとなく毎回、外に出ないと気が済まないので、出てきましたけれども、あんまり意味ないですね、別に。はい。それでは出国の方をしていきたいなというふうに思います。はい、左手に見えるのが全日空、それから右手に見えるのが JAL とカウンターということで、 JAL の方はガラス機な感じです。逆に、ANA の方は、めちゃめちゃ混んでると、おそらく便が集中してるんでしょうね。朝の時間帯、早朝はですね、割と短距離路線、アジア、例えば中国だとか、これから行こうとしている韓国であったりとか、台湾とか、そういう比較的、近いところの便が多いみたいですね。はい、それで集中すると中国とか、はい、出国審査場、荷物検査場はこんな感じですね。若干混み始めてますね。ということで、これからそのまま入っていきたいというふうに思います。この先カメラが禁止になりますので、止めていきたいというふうに思います。また出国の方、イミグレーション過ぎましたら、ご挨拶させていただきたいと思います。はい、出国しました。まだちょっと朝早いので、混んできてはいましたが、バゲッジ、手荷物検査自体は、
非常にスムーズに行きました。はい、今日はゲートがですね144ゲートということで、非常に奥の方ですね、大変遠い、もうほぼ端っこに近い、このまま突き当たりまで行って右に曲がって奥から1つ目か2つ目ぐらいだったと思います。これですね、144ということですから、今いるのがこちらになるので、ずっと行ってですね、奥まで行って突き当たりを右に曲がっていくというような形になると思います。はい、航空会社のラウンジということで、1時間ぐらいは入れますかねと思います。はい、では歩いていきます。JAL のラウンジを使いたいと思います。はい、こちら JAL のファーストラウンジに入っていきます。ございます。ボーディングタイムは8時となっています。144のゲートはここから歩いていくと10分15分はかかるみたいですので、10分ぐらいということで、7時40分ぐらいには出ないって言ってた方がいいですね。はい、少し早めに行きたいと思いますが、1時間ぐらい時間ありますので、少しここで食事をしていきたいと思います。朝なので空いていますね。おはようございます。アルコール類、ビール、日本酒ありまして、おつまみ類もこのようになっています。こちらにもお酒のドリンクカウンターがあって、この奥の方ですね、レッドスイートと書いてある、この奥の右側の方に行くと、シャンパン、ジョセフ・ペリエということで置いてあります。今までローラン・ペリエという、シャンパンだったんですが、ここ数ヶ月の間に、ジョセフ・ペリエというものに変わっています。こんな感じですね。窓側は微妙に埋まっていますね。いつもの席に座りたいというふうに思います。よいしょ。はい、一旦止めますね。はい、朝ごはんを食べたいので、バーコード、QR コードをスキャンして、サイトに飛びます。搭乗券のバーコードの読み取り。はい。
すがに朝早いので空いているという形です。はい、何食べようかな。ちょっとね今日お腹空いてるんですよね。朝早いんですけれども、昨日の夜実はそばしか食べなかったので、しかも結構早い時間に食べましたので、結構お寿司はこの時間はまだやってないようですね。はい、グラタン美味しそうですね。グラタンとカレーも食べようかな。なんか米食べたいですね。グラタンとカレーでちょっと重いな。つまみで和合膳っていうのも1個頼みます。いつも必ずこれ頼むんですけど、今日はカレーはいいや。はい、とりあえずこの2つ、グラタンのとサラダ付きのものと、和合膳ということで2つ頼みました。はい、ということでですね、ゲートに向かいます。144番ゲート、ちょっと遠いので少し早めに出てきました。すっごい奥まで行かなきゃいけないんですよね。10分ぐらいかかるのかな。今年は出国は2回目になります。1月にバンコクに10日ほど行きましたので、2度目の出国ということです。この後少し間を空ける予定なので、1月2月と連続で日本出ましたけれども、ちょっと間が空くから今回はちょっとしっかり楽しんでこようかなというふうに思っています。はい、ゲートまで歩いていきます。今回ですね、現金を全然持ってきてないんですね。日本円も韓国のウォンもですね、ほとんど持ってきていません。韓国ウォン自体はもともとあまり保有してないというのもあるんですけれども、韓国はですね非常にクレジットカード社会でカードがすごく浸透していてですね、国民自体が何でもかんでもカードを使う文化なので、ほとんどのお店はカードが使えるようですね。はい、なのであまり心配はしていません。韓国の方っていうのはもう喫茶店で、数百円のコーヒーを飲んだりするのにも、クレジットカードを使うというぐらいカードが浸透している文化だということなので、いつもあまり現金は持っていかないようにしてます。現金持っていくとね、子供じゃないんですけど使っちゃうんですよね、あればあるだけ。はい、なのでなるべく現金は持たないようにはしてるんですけど、この奥まで来るのは本当に久しぶりですね。コロナの後、割と今みたいにポピュラーに国際線が復活する前もなんか乗りましたけれども、便が少ないせいか、手前の近いところが多かったんで、こういう風に奥まで来るのは本当にコロナが明けてからは初めてですね。やはりもう順調に
元に戻ってきているということの表れじゃないでしょうか。今日本旅行が非常にブームになっているということですので、それも、あるんではないかと思います。大変な円安ですのでね、外国の方はもともと日本旅行は人気あるんですけれども、それに加えて円安ということもあって、日本食は世界的にも人気ですし、美味しくて非常に安いということで、世界中の人がやはり日本旅行に行きたい。タイには頻繁に行ってますけど、タイに行ってもやはりタイの方はもう日本旅行ってもう口々に、皆さんおっしゃってるぐらいで、現にSNS とかで見ていても、日本に旅行している人が今多いですね、本当に。はい、こんな感じでございます。144番ゲート。長らくお待たせいたしました。Thank you for waiting。ソウル銀浦行き日本航空91番を91便はグループ1のお客様を飛行機でご案内いたします。どうぞ144番よりお搭乗ください。拝見しています。はい、ありがとうございます。奥の空右にどうぞ。おはようございます。どこ行きます？すいません。はい、どうも。いつもありがとうございます。大変長らくお待たせいたしました。ただいま、すべてのお客様にご搭乗いただき、飛行機のドアを閉めいたしました。お客様全員の方のご着席や確認を出発いたします。どうぞお座席にお座りになり、シートベルトをしっかりとお締めください。今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。この便は日本航空91便、日本国際空港行きでございます。第3航空とのコードシェアリングでございます。本日は8名の客室乗務員が皆様とソウルまでご一緒いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ソウルまでの飛行時間は離陸後2時間5分を予定しております。それでは皆様、ソウルまでの空の旅、どうぞごゆっくりお過ごしください。ご搭乗ありがとうございます。Welcome on board。安全について説明しますので、必ずご覧ください。Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. Place it firmly around your nose and mouth. ゴムバンドを頭にかけ
ださい。 We wish you a pleasant flight. 승객 여러분, 오늘도 일본 항공을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 안전벨트를 허리 아래 부분에 단단히 고정해 매주시기 바랍니다. 좌석앞 주머니에 안전수칙 안내문이 있습니다. 미리 참고하여 주시기 바랍니다. 질문이 있으신 분께서는 승무원에게 말씀하여 주시기 바랍니다. 그럼 즐겁고 편안한 여행 되시기 바랍니다. 승객 여러분, 오늘도 일본 항공을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 우리 비행기는 대한항공과 공동 운항중입니다. 안전벨트를 허리 아래 부분에 단단히 고정해 매주시기 바랍니다. 좌석 앞 주머니에 안전수칙 안내문이 있습니다. 미리 참고하여 주시기 바랍니다. 질문이 있으신 분께서는 승무원에게 말씀하여 주시기 바랍니다. 그럼 즐겁고 편안한 여행 되시기 바랍니다.
急な揺れに加えまして、まばたきに着席の際には、シートベルトを締めるが必要とお願い申し上げます。それでは、本日のツアーの旅をごゆっくり急ぎいただきましたら幸いです。ございまして、本日は日本航空をご予約いただきまして、誠にありがとうございます。
はい、金浦国際空港に着きました。フライトは約2時間半ということで、時差は、日本と時差はありません。現在時刻は11時6分ということでございます。だいたい3時間ぐらい経ってるんでしょうかね。少し出るのに時間がかかりましたので、実際には2時間半と10分というところだと思いますが、日本のお隣の国、日本から一番近い外国という形になるかと思います。懐かしいですね、金浦国際空港。金浦は非常に小さい空港でですね、そばにインチョンという空港もありますけれども、ソウルの市内に関しては金浦の方が全然近いんですよね。綺麗さとか大きさとかでいくと、おそらくインチョンの方が全然広いと思うんですけれども、利便性からいくと金浦の方が全然いいと思います。はい、これからイミグレーションの方行きます。わりかし前の方に乗っていたので、そんなには時間かかんないんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょうか。ちょっとつまずきました。非常に早く入れそうだったんですが、このQコードという健康状態の問診票みたいなのが必要になってて、私が調べた情報の中にはなかったんですけれども、事前にどっかで申告をするようですね。でこれの QR コードを持っているところの検疫が早いみたいなんですが、私はちょっと知らなかったので、KETA しか持っていなかったので、このQコードというのを持っていなかったので、ちょっと一回差し戻されましたね。ですので、どんどん機内から人が出てきちゃったので、結構並んでる状態。この事前の検疫のところでその Qコードというのが必要だそうです。で、この先がイミグレーションという形になります。はい。撮影禁止ですので止めます。ですね、税関の手前でちょっとつまずきまして、Qコードという、要は健康状態確認ですね。これをですね、アプリで申告しておけば QR コードがもらえてすぐ済んだらしいんですが、私のちょっと勉強不足で KETA さえ申告しとけばいいのかと思ってたんで、で今日は15列目とかで結構前の方にいたんですけれども、でそこの Q コードを出すところで検疫ですね、要は、それがないということで、ちょっと一回戻されましてですね、そうこうしているうちに行列が100人ぐらいになりまして、結局30分ぐらいかかりましたね。失敗しましたそれがなければ順番的には多分あれだったらすんなり5分ぐらいで出てこれたと思うんですが、結局は、最後の方になりましたねっていう感じです。はい、ということで、荷物の方は当然、行った時はもうターンテーブルぐるぐる回ってて、私プライオリティなんで多分、そこのQコードのところでつまずかなければあっという間に早く出てきたこれたんじゃないかなと思うんですけれども、おかげで30分ぐらい余計に時間かかりましたが、勉強不足ということでしたのでしょうがないですね。はい、ということで、金浦国際空港です。日本も非常にいい天気だったんですけれども、ちょっと喫煙所行きましたね。そ
外出ます。だいたい気温差が10度ぐらい冬場はあって、現在の気温、今日はなんか冷えてるみたいですね、聞いたところによると。朝は氷点下だったというふうに聞いてますので、やっぱり寒いですね。今0度ぐらいというふうに聞いてますけれども、どうなんでしょうか。やっぱりちょっとこうひんやりしますね。こんな感じ。やっぱりね、ここの空港はこじんまりしてますよ。すごく、便も少ない。だからいろいろ便利ですね。あとソウルの街の中心地に近いということもあって、結構いいですね。私は好きです。インチョンよりこっちの方が好きですね。インチョン自体1回か2回ぐらいしか行ったことないんですけれども、喫煙所はこう渡ったところということで、これ変わってないですね。だいたいどうでしょうか。1200日ぶりのソウルということで、真正面にロッテシティホテルが見えています。これからですね、ウーバーか何かで、ミョンドンの方、今回泊まるのはミョンドンの方になります。荷物を預けてチェックイン、今現時刻が11時半ですから、もうお昼の時間ですね。あんまりお腹空いてないですけれども、時間的にはお昼で、食事の回数も今回2泊ですので限られてますので、お昼は、ミョンドンの方で食べたいなというふうに思います。はい、空港の全体を映しますね。はい、こんな感じ。はい、非常にコンパクトな空港だと思います。タバコを吸ってですね、ちょっとタクシーで行くのか、あるいは電車で行くのか、ちょっと考えていますけど、おそらくちょっと早めに行きたいので、タクシーで行くと思います。タイだとですね、グラブタクシーというのが、メインになりますが、こちらは、タクシーはですね、普通にもちろん乗るタクシー、2種類ぐらいあるんですよね。普通のタクシーと、あと模範タクシーっていう、あれがあって、模範タクシーっていうのは有料ドライバーの車なんですけど、ちょっと高めになってて高級車で、料金もそれなりに高いと。ただ、非常に評価が高い、人たちは、のタクシーということで、模範タクシーと普通のタクシーという形になってます。はい。それから、グラブみたいないわゆる、配車サービスに関しては Uber ですね。こちらは Uber になります。Uber のアプリもちょっともう何年も開けてないんで久しぶりに開けますけど、Uber Eats は開けてますけれども、Uber の配車サービス使うのは本当に何年かぶりなんで、ちょっとすんなり開くかどうかもわかんないんですが、とりあえず試してみたいと思います。また後ほどです。はい、それではこれからですね、タクシーの方を乗っていきたいと思います。金浦国際空港からですと、移動手段としては多分バスだったりとか、バスだと大体ミョンドンまで1時間ぐらいと聞いて、です。それから ALEX というですね、空港鉄道があるんですが、これだと1時間ぐらいかかりますかね。はい、それでもインチョンよりは、だいぶ、中心街寄りなので、早いと思います。はい、そんな形ですね。で、ALEX で行くのが多分一番経済的だと思うんですが、今12時半なんですね。いろいろちょっと空港で、Facebook ライブをやったりとか、あとトイレに行ったりとかいろいろやっていたら結構時間かかりましてですね、12時半ぐらいになりました。で、なんとかお昼をあんまり遅くにお昼食べてしまうと短いステイで、夜ご飯が食べられなくなっちゃうんで、早めに行っていろいろと食べたいものがたくさんあるんでね、一食も落としたくないなというのがあるので、
急いで行きたいと思います。車で30分ぐらい、タクシーだと多分2000円ぐらいだと思います。세종 호텔 갔어요. 네. 세종 호텔. 세종 호텔. 寒い。よいしょ。